よし、行くぞ。Z 世代アーティスト発掘オーディションアイコン Z。 いよいよ3次審査を突破した20人が4つのグループに分かれて戦うグループバトルに突入。まずは学校や仕事のない土日に全国から集まって毎週行われる週末合宿が始まった。目的は候補生たち全員のレベルアップ。7、8、9、はい、オッケー。この16の中にも例えばこの日行われたのはズタ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 みたいな感じになってくると今度レゲエも入ってくるし、だからこういう一つ一つのビートを理解してあげることが歌うことにすごい大事なので、プロデューサー小吉自らが担当したボーカルの特別講義。熱くなってきたな。講義は技術論にとどまらずアーティストとしての心構えの話に。俺ってなんかもう、自分の中でEXILE小吉 AKA スポンジって言ってるぐらいなんかこうめちゃめちゃこうなんかスポンジのような男だと思ってるんですよ。人に何か教えてもらったらスポンジのごとく全部吸収するの一回で、自分に必要なことだけ吸収したものを抑えとけばいい。何か教えてもらった時にさ、でもちょっとそれ俺のスタイルじゃないですねみたいな、なんかそれってさやっぱりさこう人としてあんま可愛くないし、なんかこう自分の成長を止める一つの材料になっちゃうと思うのね。AKA スポンジまでならなくてもいいと思うんだけど、ちょいスポンジぐらいな生き方をしてるとすごいこうミュージシャンとしてたくさんのことを自分の引き出しにいろんなものをなんかこう詰めれるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。続いてはラップの特別講義。東京のヒップホップシーンを代表するラッパーサイモンが担当。基本ベースとしてラッパーっていうのは自分自身のなんか内側から出る情熱だったりパッションとかそういうものを言葉に乗っけて、そこがダサかったらマジで話にならないなっていうところ、こう上っ面だけのなんかものだったりテンション感だったりとかっていうのは俺らは見抜いてしまうので、そこはマジでリアルにいこうぜって感じ。ラッパーっていうのはもう自信の塊なんで、自分が自分であることを誇ってくれなかったらはっきり言って意味ないっていうか。はい、どうぞ。なんていうんですかね、人生湧き出たもので正直ラップしてるところがあって、でその湧き出たものでラップするのが正解なのかもまだ分かっていなくてを確認したかったです。湧き出るもの、それはさっき言った俺のパッションってことかな。多分自分のけど内側から湧き出てるんでしょ。最高じゃん、超ヒップホップだと思うよ。それをちゃんと商品化できるぐらいのクオリティを保った状態で、その湧き出るものを新しくファンになってくれる方々に提供していくっていうのがプロでしょって感じかな。続いてはダンス。第一線のダンサーとして活躍する一方、世界的アーティストの振り付けも多数手掛けるリエハタが担当。ダンスをこの合宿が始まる前に経験したことなかった人いますか？ひろとさん。ダンス楽しくなりました？最初はやっぱりついていくこと難しくて、そうですよね。ちょっと心が折れちゃった。そうですよね。自分もまだダンスを始めて間もなくて、すごい。本当に早く上達するためには自分でできる練習みたいなものってありますか？いやもうそれはもう間違いなく基礎。絶対難しい振り付けを練習するより基礎の練習を続けた方が絶対いいダンサーになる。なので人よりちょっと練習量を増やして、なんかそういうところなんか俺はみんなより練習してるぞとか、そういうね自分がどんどんなんか自信が持てるような要素を少しずつ生活の中に、そのルーティンの中に増やしていくのはいいかもしれないですね。僕ガツガツ系の曲で踊ったりすると、なんか感情が入りすぎていいじゃん。なんか
顔がハンニャみたいになったりなんか本当にいいじゃん。でもいいと思うけどな。いいんじゃない？やっぱりさ、人の心を動かすじゃん、そこまでのさ個性があると。それがもしかしたらそのグループの中で翼くんしかできないものかもしれないから、わかんないけど、私はそういうの大好き。特別講義と並行して行われたのが各部門の基礎レッスン。ボーカルトレーニングに参加するのはボーカル部門に合格した14人。この日はそれぞれ3次審査で披露した曲を歌いアドバイスを受ける。仮にこれがでかい空間になってた、例えばホールだアリーナだドームだって言った時にこの歌い方がキープできるかなっていう気がする。自分の体を使ってこのコントロールができるかっていうのをイメージしてくれると、多分もっといろんな可能性が自分という楽器にできると思うから。ラップトレーニングには15人が参加。実はこの週末合宿から合格部門にかかわらず20人全員にマイクパフォーマンスが求められることに。まず始めるか、3度目のステージ。でもなんかまだこの辺にいるの分かる。俺はなんていうのかな、また始めるか3度目のステージ、全然違うでしょ。なんか喉で歌っちゃってんだよね、佐渡でも。だからそうすると何曲も何曲もフルで踊りながらさやっていかなきゃいけない時に声とか潰れちゃうから、それやってみて。はい。そう空間とビート、空間とビートを支配する。回すターンテーブル DJ のショー。DJ のショー。そしてこのほか候補生の必修科目となったのがダンスレッスン。ダンス未経験者も含め20人全員がダンスレッスンを受けることに。レッスン初日となるこの日、まずはダンスの基本リズムトレーニングから始まった。続いては追い込みトレーニングと呼ばれるフィジカルと持久力が求められるレッスン。シンプルな動きをただひたすら繰り返す。アーティストのコンサートはおよそ2時間。その間絶えず笑顔でパワフルに踊り続けなければならない。ステージに立つにはアスリート顔負けのフィジカルが必須なのだ。レッスン開始からおよそ2時間。やっぱみんな苦しいんだけど、僕は感覚的に長く踊れた方が嬉しいと思うので。ダンス経験を積んできた候補生たちにとってもこれほど厳しいレッスンは初めての経験だ。あとみんな踊っててレッスンだと思うと苦しくなるね。これお客さんの前でそんな顔絶対しないと思うから、何のために練習してるかをもっと想像して、きついやらされてるっていうのも出てきたらもうステージ立つ必要ないので。一番自分の限界を超えるぐらいいったので、やっぱそれが一番きつかったです。想像かなり上回ってくるぐらいきつくて、やばいと。グループでもそうなんですけど、足引っ張らないように体力もっとつけたいなと思いました。
入れ替えます。続いては簡単な振り付けをその場で覚えて踊る練習。右手がいったら左の肘が出てると思うんだけど、じゃあ今度右の肘が上がって左の肘でバランス、教えてもらったばかりの振りをみんなで踊る。隣同士で踊れば互いの実力を嫌でも意識する。そんな中、ダンスの実力者として多くの候補生から名前が挙がったメンバーが。でやっぱり特に一番うまいなと思ったのは反松健介君とかはでよく本当に刺激受けてて。フィジカルのテストでも1位を取ってて、やっぱ総合的に見ても、ダンスもうまいし、結構ライバル視というかしてます。名前が挙がったのは反松健介。ダイナミックなダンスだけでなく、ボーカルやラップでも高い評価を受けるマルチプレイヤーだ。それは嬉しいですね。それはちょっとめちゃめちゃ嬉しいです。ダンス褒められるのめちゃめちゃ嬉しいし、それこそすごい普段からやって14年間やってるんで自信めちゃめちゃあったんですけど、僕がダンスで引っ張っていくっていう示しにもなれたらなと思ってたんですけど。その一方でこの基礎レッスンに苦戦するメンバーも。ダンスの特別講義で周囲との実力差の悩みを打ち明けたダンス初心者ヒロト、そして石川浩太。この2人が所属するクルーナーズは歌唱力が高い候補生を中心としたグループ。ダンス初心者のメンバーも多い。そしてもう一人。ボーカルとラップで高い評価を受けているギレルメだが、実はダンス経験はゼロ。3次審査合格後にトラック運転手の仕事を辞め、ダンスレッスンを始めたばかりだという。普通のねダンスクラスとかだったらできない子優先でいいと思うんだけど、なんか今そういう状況じゃない、オーディションなのでやったことないからでは済まさない今場所に来ちゃったから、やったことない人がやった人よりもできるようになってやっと夢をつかめると思っているので、だからできてないことを「いや僕やったことないんです」はもう昨日までだよ。もうほんと今日からはやったことある人を超えていかないとなれないから、マジで。できないものは置いていかれる。なぜならこれはオーディションだから。自分で自分たちで這い上がっていくしかない。すると声をかけたのは同じクルーナーズの遠藤翼。グループの中で数少ないダンス経験者だ。これこっちについてるってこと？多分この延長線でそのまんま入ります。そういうことか。なのでみんな早いんだ俺。そうなんですよ。僕もやっぱり小さい頃って何も分からずにそのダンスを受けてたので、もちろん自分の中で一生懸命になっちゃって今ちょっとやめてみたいなことは感じるかもしれないんですけど、やっぱそれ以上にやっぱグループとして活動があるので、それは絶対避けられないので積極的に僕はコミュニケーションを取ろうと思ってます。すると靴野ヒロトもこれから始まるグループバトルはあくまでもチーム戦。
自分だけが評価されてもダメ。グループで勝ち残らなければデビューできないのだ。この日のレッスンの最後、はい、じゃあラストグループごとに1回ずつ踊ってもらいたいと思います。プロデューサーヒロ、そしてアキラも見守る中、グループごとにダンスを披露しレッスンを締めくくる。まずは3次審査1位通過の中村達弘や岡尾兄弟の弟マトラの所属するリルリーグ。さすがメンバー全員がダンス経験者。わずか2時間半の練習で全員がしっかり踊ってみせた。続いて岡尾兄弟の兄琥珀やフィジカルテスト3位の鈴木瑠衣が所属するキッドマティック。ダンスに自信を持つメンバーが揃ったこのグループも完成度の高いダンスを披露。そしてギレルメや遠藤翼が所属する歌で見せるグループクルーナーズ。健介と翼以外の4人はダンスが課題であり、その実力差は歴然。果たしてグループのパフォーマンスを引き上げることはできるのか。最後はギレルメと反松健介も重複メンバーで所属する Z ファクション。総合力が高いメンバーが集められたグループだけにレベルの高いダンスを披露。しかしその中で一人ギレルメだけがついていけない。するとアキラがギレルメに声をかけた。もしよかったらトライしてもらいたいのが、もうスーパースローでもうこの振りを一個一個丁寧にやってって、でその練習の最後に5回ぐらい全力で踊るぐらいになって、ゆっくりだと絶対ダイナミックにできるじゃん、はい、なんかこう、もうこうドンガッとかできるじゃん、はい、だけどなんか早いとさ、もうあってこうなんか、はい、ってなるじゃん。自然と体に入るの、不思議と染み込むそうそう。ちょっとやってみても。はい、ありがとうございます。そうです。ありがとうございます。なんていうんですか、やっぱ僕が多分一番遅れてるんですよ。てかもう分かるんですよね。足引っ張らないように、かつもう上手に踊れるように、その1週間の間が空くので、もう基礎からどんどん今のうちにいいものも癖づけようかなって今日思いました。一方同じ頃、もう一人のアイコン Z プロデューサー小吉は自身の専用スタジオにこもっていた。制作しているのは今回のグループバトルで候補生たちがパフォーマンスするための課題曲。しかも4グループそれぞれのカラーに合わせ4つのオリジナル楽曲を用意するという。あの子たちがこうハートが入るような曲になればいいななんて思ってますね、そしてお疲れです。今日はですね、曲を作らせていただきました。果たしてどんな楽曲に仕上がったのか。じゃあ聴きましょう。いよいよ次回
課題曲に候補生たち大興奮。